これぞ EV 天国。300円のミシュラン。映画みたいな街並み、最新の EV、 最新のスマホ、激うまサイゼリヤ、最後まで見てね。中国第3の都市広州に来たよ。職場広州にあり、安い、美味しい、街も綺麗で最高。住みたい。本日宿泊するホテルへ向かいます。入り口が小さくて見落とし、一度通り過ぎてました。こちらのホテルは旅行直前に見たこの動画で教えてもらって急遽撮りました。特に食事情報は分かりやすくてめちゃくちゃ役に立つので、概要欄からぜひご覧ください。このホテル、とにかく内装がおしゃれで可愛くてやばいんです。本日のホテルはこんな感じ。溢れ出る芸術性とポップアート感、日本でいうと原宿系。ちなみに普通のホテルです。エッチなやつではありません。チェックインは14時からとのことで、2時間ほど荷物だけ置いて食事に行きます。今日のホテルを取ったもう一つの理由が、立地が観光地のど真ん中、北京路エリアのど真ん中にあり、隣が広州の有名観光スポット大仏寺。ホテルから徒歩10分圏内が観光天国になってます。ここ大仏寺は夜とても綺麗なのですが、せっかくなので昼の様子も見ていきましょう。建物はとても立派です。どうやろう。別に普通に仏教式で日本の。敷地はかなり広そうですね。てっきりあの迫力ある建物だけかと思ってました。入った瞬間から感動の連発。すべてが立派すぎる。こっちもすごい。これ肉眼で見るととても美しかったです。見とれてしまいました。色彩と光沢に構図、すべてが美しい。こっちは書いてないな。お寺の中心からの前景はこんな感じ。広さもあり、綺麗に整備されていて、とても居心地が良い場所です。お賽銭は WeChat の QR コードからも可能ですが、クレジットカード紐付けでは支払いができず、現地銀行口座か事前チャージが必要でした。観光で来られる方はどちらも持ち合わせてない可能性が高いと思うので、中の売店でお供え物を購入したり、お線香を購入したり、何らかの形でお金を落とされると良いかと思います。お線香は無料奉仕のお線香と売店の有料のものがありました。今回はお賽銭代わりに有料のお購入。無料のお線香情報は動画後半の夜来た時にお伝えします。こちらのお茶は無料でいただくことができます。仏教の施しや奉仕の心から来てるものなのか、お茶でもてなすという中国文化からなのか、配られている理由はわからなかったけど、ありがたくいただきます。ちなみにめちゃくちゃ良い美味しいお茶でした。多分良い茶葉を使われてるんだと思う。また夜ゆっくり来るので、とりあえず次へ向かいます。大理にはたくさんの美味しそうなお店が並び、
全部食べたくなってしまいます。柿。ミニソーランドを見つけてしまった。こうやってランチは遠のいていきます。ミニソーランドはミニソーのキャラグッズ専門店。膨大な種類のグッズが並んでます。多分日本よりちいかわ人気がすごい中国。毎日どこにでもちいかわと黒みが現れます。でかっ。かなり大きいサイズのちいかわとハチワレ。日本円で1万2000円でした。めっちゃ高い。今中国ではズートピアが大人気。ズートピアもクマのプーさんも人気ありますよ。誰ですか？中国ではクマのプーさんを抱っこして歩いたら逮捕されるって。日本人を騙した香港人は昔から普通に売ってますよ。なんなら扉もプーさん。中国では日本や韓国以上に黒みも大人気。車が近未来、理想者の車っぽかった。ここでディディ呼んで激安ミシュラン食べに行きます。お店の近くに到着。古き良き時代の建物や街並みがそのままでめちゃくちゃいい感じ。こちらが本日のランチのミシュラン掲載店、オーシャイ地面じゃ大道路店。いろんな観光地からも近く、かなり行きやすい場所にあると思います。向かいの建物も同じお店です。まずレジにて注文とお会計、それと同時に席を取っておきましょう。ここのお店かなり難易度高めですが、心折れず頑張ってください。美味しいから。店が忙しすぎて話をちゃんと聞いてくれないので、僕レベルの中国語はスルーされるし、通訳アプリもちゃんと見てくれない。ほぼ毎年掲載されてる超有名店。接客はいまいちだけどメニューは壁にしかないかと思いましたが、写真付きのメニューも用意されてます。メニューが欲しいときは「に好菜单有吗?」って言ってみてください。あとは食べたいものを指さして注文すれば大丈夫。着席して待つこと十分。揚げワンタンにワンタンスープ、牛肉の乗った麺。いただきます。あ、そっか。まずは揚げワンタン、チリソースたっぷりつけていただきます。美味しいけど少し油の匂いが気になる苦手な人いるかもしれない。続いてこちらの牛肉麺、トロトロに煮込まれた筋肉が乗ってます。しっかり麺に汁を絡ませていただきます。これ激うま。この手の料理で気になる八角も控えめです。八角があまり好きじゃない僕でも美味しく食べられました。で、美味しいけど思ってた味。
大きなワンタンが貝柱系のスープの中にたっぷり。今回注文しなかったワンタン麺はおそらくここに麺が入ってくるのかな。ごちそうさまでした。広州来たらここは絶対来た方がいい。これだけ食べたのにこの価格、なんと日本円換算900円弱です。ミシュラン掲載店でこの価格はやばい。午前中の方が空いてるとの情報もあるので、朝ごはんにちょうど良いお店かも。近くの果物屋で猫が店番。先ほどのお店から徒歩10分、養魚坊へやってきました。ここは昔の広州の街並みを再現したエリア。上海の新天地のような雰囲気ですね。この壁が有名なのかな。みんなが写真撮ってました。ビルの上からホースで水まくおっさんやめてくれ。やば。高級でうまそうなお店もあります。高そうな飯屋や。昔の町この辺だね。あのお城はちょっとわからん。なんかあ、ここどこか工事中やな、スタバ。結構これどこにでもあるよ。こんなところにもポップマート。クッキー屋さんのキャラクターがめっちゃ可愛い。ポップマートの店舗もあるので入ってみましょう。意外と空いてる。大人気のラブブも大量展示。ワンピースコラボのラブブ。知らん。ワンピース。個人的にはラブブよりこっち。でも磁石はいらないな。違うんだ。DJI のお店があったので入ってみます。中国の方がちょっと安いって噂もありチェックしておきます。この時 Amazon との価格差はごくわずかでした。ってことは日本で買う方がいいかな。少し不思議な路地を発見。本物の古い街並みと建物が残ったエリアです。右の壁の掲示を読んでいると、この辺一帯再開発で取り壊してしまうらしい。なんだか映画の世界にいるような景色です。猫ちゃんのお出迎え。室外機の下がお家みたい。広州にはこの一帯に限らずこんな感じのモダンチャイナが今もたくさん残ってます。こういう景色がお好きな方は早めにぜひいらしてください。
トイレのために入ったモールでシャオミを発見。最新の17ウルトラ発売して3日か4日目に触れた。これは触ると欲しくなってしまうやつです。続いて隣のオッポへ。オッポはあんまり惹かれないかな。次にビボー。ここの X300 ウルトラの発売を僕は心待ちにしています。早く出ないかな。一度ホテルに戻ってきました。スイッチの本体とソフト貸してくれるみたい。めっちゃ種類あります。本日のお部屋はこちらのお部屋で1泊9000円台。観光一等地と考えたら破格。部屋はおしゃれで綺麗し、広さもそこそこ。ただし窓はないです。バスルームもおしゃれ。部屋が何？シャワー。ちなみにこの日の講習の気温23度くらいで、室内はクーラー必要でした。おしゃれね。このホテル抜け目なく隅々まで本当におしゃれ。少し休憩して夜の街へ繰り出します。夜の北京路とても綺麗。ベジング。ライティングの効果なのか夜の方が美味しく見える。それでは夜の大仏寺行きましょう。入って右に曲がったところにお線香が配布されています。こちら無料で1人3本取って OK です。ただ無料でお線香をもらってそのまま帰るのは厚かましいので、そのあたり各自でお気持ちを落とす方法を考えていただければと思います。こちらには中国式のお線香の作法のようなものが書かれています。お線香に点火して数体ある仏像に祈りを捧げて回ります。他の人が結構みんなそうしていたので真似します。ここが本堂なのでしょうか。黄金に輝く大仏が3体。機体の前にお線香の持ち手を持ってきて、その状態で3回お辞儀をするのが作法らしい。そしてこちらがよく観光系の動画で見る風景。実物の迫力はすごくてとても綺麗。
外に出てきました。外からの景色もすごい迫力です。北京路をもう少し歩いていきます。最高で1000年以上前に作られた道路跡を見ることができます。このワンちゃんかわいすぎる。こうやって歴史的なものをしっかり保存する国、日本人が持つ中国のイメージとかけ離れていて信じられないでしょ。破壊に勤しんだのはほんの一部の時代だけですよ。大昔の広州の立体地図がこちら。漫画や映画で見るような古城がここにあったんですね。ちなみにこのような古城が中国山西省に残っていて、10年くらい前に行きましたがとても良かったのでもう一度行きたい。夜の広州はとてもきらびやかです。北京路の歴史が書いてありました。紀元前から文明がこの場所にはあったんですね。フワウェイのお店がまだ開いてるので入りましょう。入ったらまずこちらの車がお出迎え。シャン GH5 やラキシード R7 もありましたが、アイト M9 とかは見当たらず。内装がめちゃくちゃかっこいい。めっちゃいいよね。無駄なものがなくてすっきりして高級感のある内装。車なんて内装を見てる時間の方が長いんだから、個人的には外のデザインは2の次です。触りたかったスマホ発見。三つ通りディスプレイのスマホ。折りたたむと普通サイズ。これで約8インチ、最大約10インチのディスプレイ。めっちゃいいけど使うかと言われると謎。一番安くて2万元、40万円超えます。円安じゃなければ30万円。円安怖い。道下旧商業歩行街に移動しました。お腹空いてきたけどこの辺りは飲食店はそこまで多くなさそう。あと夜に来たのは失敗かも。お昼間の方がにぎわってるみたいです。そんな中サイゼリヤ発見。久々の中国のサイゼリヤ。わざわざ旅行中に行く店かよって思った？メニューも少し違うし中国の方がうまいんですよ。待ち時間なしで着席。メニューはこんな感じ。ちなみにミラノ風ドリアはありません。この山盛りで600円。ピザはなぜかスイーツピザ多め。パスタは
意外と普通なのが多いかも。おそらく日本との大きな違いはシーフードメニューの多さかな。白身魚のプレートとかないよね日本。このイカと鶏肉のやつ食べます。あとはステーキ。先にステーキが到着。レアめでうまそう。イカとチキンのやつも届きました。めっちゃ美味しそう。鶏肉めちゃくちゃ柔らかくでジューシー激うまです。イカも程よい歯ごたえで美味しい。これマジで日本でメニュー化してください。ごちそうさまでした。ドリンクバーつけて2人で日本円換算2300円くらいでした。帰り道に中国名物集団体操の人々を発見。日本もこういうのをやればいいのに。帰り道フルーツ量り売りでデザート買って帰りました。 250g で13元。中国はフルーツ安い。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価にコメントとハイプで応援よろしくお願いいたします。次回は広州タワーのある東部を中心に旅します。武装警察とメカ警察犬、激うまワンタン麺、ハリーポッターコラボのスターバックスも。それでは次の動画でお会いしましょう。思い出の写真